はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたにですね、腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。といったところでですね、前の動画をご覧になっていただいた方はお分かりになるかと思うんですけども、2本撮りです。はい、2本撮りになります。いつも朝撮影するんですけど、今日はですね、急遽、夕方にですね、キャンセルが出ました。ドタキャンってやつですかね。はい、出たので、1時間空いたのでですね、この間に動画撮りまくってやろうと思ってですね、はい、撮影しています。はい。で、今回もですね、アンケートでですね、ご質問いただいた内容についてお答えできればと思うんですけども、姿勢に関するお話すごく多かったんですね。自分でできる姿勢改善法とかないですかっていうお話が結構多かったので、今日はですね、猫背矯正についてお話しさせていただければと思います。はい、猫背矯正ですね。はい、猫背矯正1分簡単ストレッチっていうところで、これを実際私はですね、患者様にお伝えしている内容でもありますが、すごくクオリティの高いものですから楽しみにしておいていただきたいんですけども、実際ですね、猫背を矯正しないとやっぱ頭が前に出てしまいますから腰痛くなっちゃうんですね。はい、なので腰痛の方に対してはもちろん肩こりの方に対してもただただ姿勢を気になるっていう方に対してもすごく効果的な方法ですから参考にしていただきたいんですけども、まずですね、猫背、じゃあ猫背っていうのは何なのかっていうふうにですね考えていただきたいんですね。はい、猫背っていうのは要は背中が丸くなってるっていうことですけど、じゃあなんで猫背って起こるのかって考えていただきたいんですね。多くの場合はですね、手の向きなんですよ。はい、手の向きなんです。背中とか頭とかっていうことよりも手の向きなんですね。手の向きです。はい。やっていただきたいんですけども、じゃあ手をですね、手の甲を前に向けてみてください。手の甲を前に向ける。要は腕を内側にねじる。そうすると、肩が前に出てくるの分かりますよね。これ、連動してくるんですね。これが運動連鎖っていうんですけども、連動してきます。そうすると、肩前に出てくるので、要は猫背になりますよね。はい。猫背になるんですよ。はい。なのでですね、じゃあ反対に手のひらを前に向けてみてください。手のひらを前に向ける。手のひらを前に向けるというか、もう外にねじるって感じですね。そうすることによって肩って後ろに引かれますよね。はい、なのでもう一回いきます。手の甲を前に向けた状態で胸を張ろうとしてください。うまく張れないと思うんですね。張れないですよね。なんかこの辺が苦しいと思います。じゃあ手のひらを前に向けた状態で胸を張ってください。そうするとなんかこう自然と胸張れますよね。これはですね、肩甲骨の動きなんですね。肩甲骨の動きがスムーズになるからなんです。なので、猫背を治そうと思った時は、まずは手のひらを前に向けなくちゃいけないっていうことなんですね。手の甲を前に向いた状態の方が猫背を治そうとしても治らないっていうことなんですよ。で、かつですね、現代人、私も含めてですけども、ほぼほぼ 100% ですね。100% と言っていいと思います。仕事する時ってほぼほぼ内側にねじりますよね。パソコンする時も打ち込む時も私も施術する時も内側にねじるんですよ。人っていうのは内側にねじりながら仕事をするっていう習性というか習慣があるんですね。外にねじりながら手のひら前に向けながら仕事するってほとんどないと思うんですね。なので内側にねじれやすいっていうことをまず理解してください。だからこうなりやすい。だから猫背になりやすい。なので猫背を治す時は手のひらをまず前に向けるっていうこと、手のひらを外に向けるっていう方が正しいですかね。そうするとまず胸が張りやすくなりますよね。でここでですね、ちゃんと胸が張れる人はそれで実は OK なんですよ。手のひらを前に向けた状態でこの状態で手をスッと下ろしてあげれば肩甲骨が正しい位置に収まって胸が張れる状態になるんですけども、これでもできない方がいらっしゃるんですね。それはここの筋肉が硬いんですね。こういう姿勢でずっといられてるからこの筋肉が短くなっちゃってるんですね。大胸筋とか小胸筋だったりするんですけども、胸の筋肉が短縮短くなってしまってるんです。なので手のひらを前に向けてもうまく胸が張れない方はここを伸ばしていけばいいんですね。それが1分間の簡単ストレッチなんですね。はい、つなげてきました。はい、じゃあ早速いきましょう。なので手のひらを前に向けてですね、しっかり胸が張れる人は、それでいいんですけども、ほとんどの方、猫背気になってる方はもうここが硬いんですね。はい、ここが硬いです。なので手のひらを上に向けた状態ですね。これだと手のひらを上に向けた状態で肘を伸ばしてここの壁を使って小指側をですね
壁つけていただいて、体を右にひねっていきます。左手の場合ですね。それでここからずーっと肘にかけて、もう手の方にかけて伸ばしてほしいんですね。ぐーっと、はい、手のひらを上に向けて肘を伸ばして壁にかけて体を反対にひねる。そうするともうここは思いっきり伸びてくると思います。これで深呼吸ですね。だいたい30秒くらいを目安にしてください。ここから思いっきり伸ばしていきます。30秒くらい伸ばしていただくと、下ろしていただくと、勝手に肩が入るような形になるんですね。要はここのストレッチがされて短縮した短い状態が解消されたわけです。反対もいきますね。手のひらを前に向ける。要は手を上に向け、手のひらを上に向けた状態で肘を伸ばして壁につけて体を反対にひねる。そうすると胸から肘にかけて伸びていきます。手の方まで響いていくと思います。だいたい30秒くらいですね。で、手の位置はだいたい耳くらいの位置ですね。はい、でやっていただくと肩がぐっと入るようになるわけです。はい、そうすることによって背中がぐっとしっかり寄った状態になるんですね。で、ここから再発防止させないためには、まずですね、仕事中手の甲が前に向く状態がやっぱり続くと思います。なのでこまめにこのストレッチをやっていただくんですね。トイレに行かれる時とか、だいたい30分とか1時間おきとかにすると一番理想的なんですけども、1日やっぱり3、4回1分ずつでいいですからやっていただく。朝一とか夜寝る前も仕事中もですね、はい、していただくとすごくですね、ここが柔らかくなっていって自然とですね肩が入るようになります。で、いつもの普段のですね姿勢の意識としては、やっぱり手の甲が前に向かないように気をつけること。手のひらを前に向けた状態で肩の位置を決めて手をスッと下ろすようにすると、しっかりですねいい姿勢になることができるんですね。はい、なので猫背っていうのは何で起こるのかっていうことを理解していただいて、それに対する対処法っていうのをですね行っていただくと、的確にですね姿勢が良くなっていきますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。女性の方でしたらやっぱりバストが下がってきますよね。こうすることによって、私もすることによってなんかヘナヘナになるじゃないですか。男性もそうですよ。そうすると背広を着てもここ背中で着るような形になるのでかっこ悪いですよね。手のひらを前に向けた状態でしっかりスッと立つことができますから、はい、背広も肩で着れるようになりますよね。そういったところでですね、見た目にもそうですし、肩こりとか腰痛に対しても猫背を矯正するとすごく大事になりますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。今日もちょっと長くなってしまいました。はい、っていったところでですね、ちょっと姿勢シリーズですね、もう1個くらいですねもう1個か2個かお伝えできればと思いますので、ぜひですね次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。はいですね、ぜひ YouTube チャンネル登録ですね、あとホームページに対してのホームページのリンク貼っておきますので、ご質問もお待ちしております。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございます。